皆さん、こんにちは。ハンドメイド作家のみーたまです。今回の動画はアクセサリー制作の動画です。前回の動画で開封した購入品を使用して作っていきます。作品名は丸カンに閉じ込められたパールビーズのピアスまたはイヤリングです。この作品はパールビーズに芯となる金属が通っていません。丸カンだけでパールビーズを閉じ込めています。とっても不思議な作品です。雑談をアフレコでお話ししております。よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。前回の雑談動画のお話では、私のショップでお選びいただける金属のうち、ステンレスについてお話しいたしました。ステンレスは丈夫で硬いことや汗にも強いことなどをお話ししました。しかしながら、ステンレスには一つ難点があります。輝きが今一つなのです。もう一つの素材、高品質メッキについてお話ししましょう。この高品質メッキの素材は真鍮や鉄が使用されています。一般的なメッキの地金とほぼ同じです。何が違うかというと、一般的なメッキと比べて剥がれにくく、耐久性に優れ、長持ちします。その上、輝きが美しいのです。ただし、注意が必要な点もあります。メッキなので、いつの日か剥がれます。私自身でテストしてみたことがあります。お風呂に入るときだけ外しますが、一般的なメッキのブレスレットをつけっぱなしにしてみました。その時は約1週間ほどで地金の真鍮の色が見えてきました。そして2、3ヶ月で金属疲労で壊れてしまいました。ちらちらと映っていると思いますが、左手首にしている白っぽいブレスレットは高品質メッキのものです。同じモデルのものをミネ店で販売しております。興味のある方は見に行ってください。これは半年以上つけっぱなしにしています。お風呂に入るときだけ外しますが、つけっぱなしにしております。金属に少しくすみが生じています。綺麗な状態だったのは半年くらいかな。私は意図的にテスト的につけっぱなしにしています。私のショップではあくまでもつけっぱなしをおすすめしておりませんのでご注意ください。高品質メッキの難点は基本金具以外のパーツが少ないことです。ステンレスほど硬くないのでお取り扱いに注意が必要です。お取り扱いは優しく
お願いいたします。しかし、その分長く美しい輝きを楽しんでいただけます。高品質メッキもステンレスもどちらにも長所短所があります。丈夫さを優先するならステンレス、輝きを優先するなら高品質メッキがおすすめです。ステンレスも高品質メッキも使った後のお手入れが大切です。定期的なメンテナンスを怠ると劣化が早くなります。使用後は乾いた布やティッシュで優しく拭いていただくことで長く美しい状態を維持できます。お手入れを怠らないようにお願いいたします。研磨剤入りの布では拭かないようにお願いいたします。メッキは擦れることに弱いです。乾いた布やティッシュで拭くことをおすすめいたします。いつからハンドメイドを始めたのかはよく覚えておりません。小学生の頃、ビーズとワイヤーを使ってブローチなどを作っていたことは覚えています。トンボのブローチなどを作っていた記憶がありますが、おそらくすぐにハンドメイド熱は冷めてしまったのだと思います。続けていたならもう少し記憶があるはずなので、記憶がないってことはやはりすぐに熱が冷めてしまったのだと思います。工作とハンドメイドの境目って曖昧ではありませんか？トンボのブローチを作っていたのは工作にあたるのかハンドメイドにあたるのか、私的には曖昧です。作ったものを身につけるとか使うことはなかったと思います。ブローチは工作なのでしょうか？どうでしょうか？私の母方の祖母とおばについてお話ししましょう。私の祖母は若い頃お針子さんとして働いていました。お針子さんとは雇われて針仕事をする娘のことです。今の言葉で言うと和裁のプロ、和裁の職人ということになるかな。結婚した後も祖母は針仕事を続けていたようです。孫娘全員分の着物と帯を縫ってもらったこともあります。祖母はハンドメイドが好きな人でした。和裁の他にも私のお部屋には祖母の手作りのものがたくさんありました。しかし娘である母は全くハンドメイドをしない人です。ボタン付けすらも嫌がる人だったので、祖母の DNA を受け継がなかったのでしょう。母方のおば、母の妹ですが、このおばは手まりを作る人です。手まり歌の手まりです。このおばの手まりは
現在もうちの玄関に飾っております。このおばはおそらく祖母の遺伝子を受け継いでいるようです。祖母と母方のおばの影響なのか、私は日本の伝統工芸品などに興味があります。これはハンドメイドだろうと言える記憶についてお話しいたします。その記憶には私の父の姉、つまり父方のおばの存在がきっかけになっています。中学生の頃、父方のおばからレース編みのテーブルランナーをいただいたのです。テーブルランナーはテーブルの中央に置く敷物のことです。それを敷くことでテーブルの上をおしゃれに華やかに演出できます。父方のおばからこれは手作りなのよと言われ、こんな素敵なものが手作りできるなんてと感激して、早速レース編みの針セットやレース糸、本などを購入しました。本を見ながらドイリーなどを編んでいました。ドイリーは花瓶やお皿の下に敷いたりする卓上用の小さな敷物のことです。いつの日かテーブルクロスを編んでみたいと思っていましたが、未だに編んでおりません。この中学生の頃のレース編みのドイリーが今思い出せるハンドメイドの古い記憶かな。もしかしたらもっと古い記憶を思い出すかもしれないので、初めてのハンドメイドはいつなのかはっきり言うことはできないです。お裁縫は10歳頃から始めていましたし、トンボのブローチは工作なのかハンドメイドなのかという意味でも曖昧ですので、編み物については私はレース編みから始めたのです。細くて繊細なレースが自分で作れるなんてと感動しました。レース編みは最後にのり付け、アイロンをしてシャンとピンと仕上げるのですが、そののり付け作業がだんだん嫌になってきたのです。いつかテーブルクロスを編んでみたいと思っていましたが、レース編み熱が冷めてきたのです。そして徐々にかぎ針編みにシフトしていきました。毛糸を編むことになり、その流れで棒針編みも始めました。なお、その頃、私の生活環境に変化があったんです。母方の祖母と同居することになり、かぎ針編みの針セットは祖母のもとへ行ったため、私は棒針編みをしていました。学生の頃や就職してからも何かしらのハンドメイドは続けていました。そして時が過ぎ、お仕事が忙しくて全くハンドメイドをしない時期もありました。再度
ハンドメイドの熱が上がったのは2017年でした。2017年からハンドメイドの作品の販売を始めました。このきっかけは話すと長くなりますので、またの機会にお話しいたします。